カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。さて今月のテーマ、月刊ユンジョンシン先生の第1曲目にカバーするのはオレジョングナル、昔のあの日という曲です。この曲はもともと1993年発表のユンジョンシン先生の第3週アルバム The Natural に収録されている代表曲で、発表当時からね大ヒットした曲だったそうなんですよ。でも私はこの1993年の頃リアルタイムには知らなくてですね、私がこの曲と出会ったのは2013年の変歩歩みというアルバムでした。で前回の冒頭でも少し触れたんですけれども、2010年からユンジョンシン先生はウォルガン・ユンジョンシン、月刊ユンジョンシンという音楽プロジェクトを始め、現在もこれが続いています。でこれもともとは Mnet というケーブルテレビの企画から始まったそうなんですけれども、ユンジョンシン先生のゆかりのアーティストと一緒に曲を作っていくっていう内容で、それがそのまま今の月刊ユンジョンシンとして続いてきてるそうなんですよ。そして1年間で発表してきた曲を毎年変歩歩みというアルバムでサマライズして発表しているんですね。でこのアルバムの中ではユンジョンシン先生が曲を歌っている場合もあれば、作詞作曲したものを他の歌手に歌ってもらってプロデュースに側に回ってるっていう場合もあります。でもこれは若干客員ボーカル制みたいな感じなんですよね。でまた以前に他の歌手に提供した曲をセルフカバーしている音源っていうのも出てて、これはね本当毎年かなり聴き応えのあるアルバムとなっております。で中でも私が鬼リピっていうかもう聴きまくってるのが2013年版の変歩っていうアルバムなんですよ。でこのアルバムにはソン・シギョンさんとキム・ボムさんがそれぞれボーカルで参加されてるんですね。でシギョンさんの曲はネイルハルイルって明日やることっていう曲で、キム・ボムさんが歌ってるのはノエゲカンダ君へ行くっていう曲なんですけど、この2曲がねどちらもめちゃくちゃいい曲なんですよね。で私がそのユンジョンシン先生をすごく聴き始めたのもこの2曲がきっかけでして、当時からもキム・ボムさん、ソン・シヨンさんは大好きだったんで、大好きな歌手が参加してるっていうことでこのアルバムを聴き始めて、そこからねもうユンジョンシン先生の曲素晴らしいなっていうことで、もう90年代の曲とかずっと遡って聴いていたっていう感じですね。でこのアルバムにはソン・シギョンさんの代表曲でゴリエソっていう街の通りでっていう意味なんですけど、この代表曲ゴリエソ、あとキム・ヨンさんのイビョルタクシー、別れのタクシーっていう曲ですね。この曲をユン・ジョンシン先生がセルフカバーしている音源も入ってるんですよ。でやっぱり歌い手が変わると、当然アレンジも変えてるのですごくね印象が変わるんですよね。でゴリエソとか本当にシギョンさんの代表曲で、もうずっとシギョンさんの歌で聴いてた曲なんですけど、ユンジョンシン先生のバージョンもね非常に味があってねいいんですよね。それからこの2013年のアルバムで注目したい曲がですね、 J ラビットさんっていう方が歌うパッピンスっていう曲ですね。パッピンスっていうのはかき氷なんですけど、この韓国のかき氷のパッピンスをテーマにした曲、この曲もね発表当時からとっても話題になった曲でして、ユン・ジョンシン先生って最初フォークシンガー的なところから始まって歌謡曲を作るようになり、このパッピンスっていうのはですね、なんか日本で言ったら多分キャリーパミュパミュさんみたいな感じなんですよ。超絶ポップな曲なんですね。だからフォークソングから始まってこういう曲が書ける感性っていうのがもう本当天才だなと思って、でこのアルバムはねそういったところで非常に聴き応えのあるアルバムです。ぜひねユン・ジョンシン先生何から聴こうかなって思ってる人はこの2013年の変歩っていうアルバムをおすすめしたいですね。ここから私の世界広がっていたという記念のアルバムでございます。そして今日カバーするオレジョングナル、昔のあの日という曲はですね、この2013年のアルバムの最後に収録されていたんですね。でイ・ジョクさんが多分伴奏とか編曲とかをされていると思います。
で、もともと1993年の発表の時はギターの弾き語りから始まる曲なんですけれども、この2013年のアルバムに収録されているバージョンはピアノで、イジョクさんがねピアノで編曲してるんですね。で、このピアノがやっぱすごくね骨太な感じがあるんですよ、イジョクさんのね編曲なんで。で、そして歌詞が昔を回想する本当に美しい歌詞と相性が良くて、で最初聞いた時になんていい曲なんだろうと思ったんですよね。で、この曲がきっかけになって、もともと1993年の曲だったっていうことで、その元のアルバムを聴いていって、でユンジョンシン先生の音楽の世界にどっぷり浸かるきっかけとなった曲、それがもうこのオレジョングナルっていう曲なので、今日はこの曲をカバーするんですけれども、2013年の変法がやっぱり自分がすごく好きなアルバムなので、今月はねそのアルバムからの選曲も多いです。そして、今日カバーするこのオレジョングナル昔のあの日という曲は本当に歌詞が美しい曲なので、歌詞紹介に行きたいと思います。で、この曲はパク・ジュヨンさんっていう方が作詞されていて、ユンジョンシン先生が作曲で作られた曲なんですね。でもなんか同時並行みたいな感じで、もうパク・ジュヨンさんがこういう歌詞入れたいからメロディーここ1音増やしてくれないみたいな感じで、こうリアルタイムでやり取りをしながら、作っていったような曲だそうですね。では歌詞の紹介に入っていきます。まず A メロの部分ですね。켜벅을 벗고制服を脱いで처음으로 만났던 너初めて出会った君그때가 너도 가끔 생각나니? あの頃を君も時々思い出すの? 뭐가 그렇게도 좋았었는지 何があんなに楽しかったんだろうか. 우리들만 있으면 二人でさえいればっていうね、もうこの出だしの制服を脱いでっていう表現がもう私的に激エモなんですよね。で、これ多分制服を脱いでっていうのは高校を卒業してっていう意味だと思うんですけれども、制服を着ていた高校時代が終わって大人の入り口に立って初めて恋愛をした相手が君だったっていうことが、このキョボグルボッコ、もう制服を脱いでっていう一言にね凝縮されて表現されてるんですよ。もうなんでこんな表現ができるんだろう、天才すぎるなというね、もうこの第一文目というかもう一言目から感銘を受ける歌詞でございます。で、続きですね。너의 집 데려다주던 길을 걸으며 君の家に送っていった道を歩きながら수줍게 나눴던 많은 꿈 照れながら語り合ったたくさんの夢 너를 지켜주겠다던 다짐 속에 君を守ってあげると誓ったまま 그렇게 몇 대는 지나 そうやって何年かが過ぎてというね歌詞です。もう若くて純粋な時代っていうのが歌われてるんですよね。で、私も自分がまだ何者になるのかわからなかった時期って高校生とかの頃なんですけど、その頃友達と一緒にこう帰り道を歩きながらたくさん夢とか将来のこととかを語った時期があって、いや本当ねその頃をね思い出す歌詞ですね。で、次が B メロの歌詞です。너의 새 남자친구 얘기를 들었지君の新しい彼氏の話を聞いたよ。な、제대하기 얼마 전。僕が除隊になる少し前に。이해했던 만큼理解していた分、미움도 커졌었지만憎しみも大きくなったけれど。という歌詞なんですね。除隊っていうチェデアダっていうのが除隊になるってことですけど、除隊するっていう言葉がね出てくるのが本当韓国の制度を反映していますよね。で、兵役に行くと約2年間、ほぼ遠距離恋愛みたいな状態になってしまうということで、実際ここで別れてしまうカップルも多いと聞きます。で、この歌に出てきた彼女も新しい彼氏ができてしまったということですね。そしてサビの歌詞です。오늘 난 감사드렸어。今日僕は感謝を捧げたよ。몇 대 지나 얼핏何年か過ぎてちらっと너를 봤을 때君を見かけたとき누군가 널 그처럼 아름답게誰かが君をあんなにも美しく지켜주고 있었음을守っていてくれたことを그리고 지금 내 곁엔
そして今僕の横には나만을 믿고 있는 한 여자와僕だけを信じている一人の女性と잠 못 드는 나를 달래는眠れない僕を慰めてくれる오래전 그 노래만이昔のあの歌だけがっていうサビなんですよね。こうマジでいい人すぎますよね、この人ね。で、お互い新しい相手がいるんだけど、その憎しみ合うんじゃなくて、ずっと心の中で相手の幸せを願っていたっていうことですよね。で、そして思い出に浸って眠れない夜に当時多分聴いてた昔の歌を聴いているっていうような情景が浮かぶっていう歌詞なんですよ。もう本当に素晴らしい歌詞でございます。というわけで、曲を聴いてください。ユン・ジョンシン先生のオレジョンクナル、昔のあの日という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。もうメロディーもね、素朴で本当に美しい曲ですよね。今回はシンプルにピアノでカラオケ音源を作ったんですが、私が女性の声で歌うので、イ・ジョクさんのピアノラインよりはちょっと高音を使うっていうことを意識して作ってみました。もう本当にね、この曲を紹介できて個人的にはとっても嬉しいです。で、この曲は1990年代から人気がある曲なので、いろんなねアーティストがこれまでにカバーしているんですが、私がとってもいいなと思ったカバーが10センチで10センチっていうんですけれども、この若手アーティストが海辺で野外ライブをしているっていう動画なんですね。で、これなんかテレビの企画みたいなんですけれども、そこでユン・ジョンシン先生も出演されてるんですよ。で、いろんな俳優とか歌手とかがこうなんかご飯を出しながらお客さんを招いてこう海辺でライブをするっていうような番組なんですね。で、この10センチ10センチっていう方々は最近ねドラマの OST でもよく見かける男性ボーカルのグループなんですが、若い人なんですよ。でも若い人が歌ってもやっぱりこの当時の90年代の情緒っていうのがしっかり表現されていて、非常に素晴らしいボーカルなんですね。で、このユン・ジョンシン先生もこのテレビの企画でその場にいらっしゃるんですよ。で、自分の曲をカバーしている若手たちのこう動画を撮りながらユン・ジョンシン先生口ずさんでる様子が映るんですけれども、きっとねこの大先輩の前でしかも本人の曲をカバーするっていうプレッシャーはね相当なものだったと思うんですけれども、でもこの10センチの方々とってもね上手なんですよ。で、概要欄にこの動画のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。今日同じ時間に YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語歌詞を表示するように編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。